今回は〇〇と〇〇の〇〇と呼ばれる呪文について、歴代の様々なカードを紹介していこうと思います。多色呪文に多く見られるこの名称ルール、その中には特に強力な呪文も含まれていたのでした。今回はそんな〇〇と〇〇の〇〇について紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。天使と悪魔の墳墓。まず最初に紹介するのは天使と悪魔の墳墓。存在のみで相手を畏怖させることができるある意味最強カードです。光と闇のコスト4の呪文で、シールドトリガーを持っています。効果ですが、まずお互いのバトルゾーンを参照し、同じクリーチャーが2体以上いればそれらを全て破壊。その後、同じようにお互いのマナゾーンを参照し、同じカードが2枚以上あればそれらを墓地に送ります。このカードの恐ろしいところは、その存在そのものです。どういうことかというと、このカードが存在することで、同じ効果のカードでも別々のものを採用する必要が出てきます。具体的な例としては、ブポイズです。このカードは出た時に自身のクリーチャーを2体破壊し、その後相手もクリーチャーを1体破壊するという効果です。この効果は非常に強力で、多くのデッキに採用されましたが、それゆえに不意の天使と悪魔の墳墓で大事故を起こしてしまいます。ですが、このカードはすでに同じ効果のカードとして、学校男という名前のカードが実装されていました。種族に魔道具があるためブポイズの方がやや優勢ですが、それでも魔道具を使わないデッキならばらして採用します。さらに、対戦の中でも恐怖は広まっていて、例えば相手がマナゾーンに天使と悪魔の墳墓を置いたとします。そうすると自分からすれば、天使と悪魔の墳墓を警戒して、マナゾーンに置くカードが被らないようにしがちです。それでプレイが歪むことも多々あります。ですが相手は実は天使と悪魔の墳墓を1枚しか搭載しておらず、自分は存在しない2枚目以降を警戒してプレイを歪ませた、という、魔王もびっくりの誘導を強いられるのです。そんな存在そのものが恐怖である天使と悪魔の墳墓の紹介でした。希望と勝利の伝説。次に紹介するのは希望と勝利の伝説です。水と火のコスト5の呪文で、カードを2枚引いた後、手札からボルメテウスホワイトドラゴンを出すことができます。ボルメテウスといえばみんなの憧れのドラゴンで、今でも出されるとなかなかに厄介な1枚となっています。ですが、肝心のボルメテウスホワイトドラゴンは、除去耐性もスピードアタッカーも持ってなく、開始のターンに除去されて終わり、という状況になりがちです。今後何かしら強化が来ることを祈りましょう。大地と悪魔の神域。次に紹介するのは大地と悪魔の神域です。自然と闇、コスト10と重い代わりに効果は絶大で、自分のクリーチャーすべてをマナゾーンに置いた上で、自分だけマナゾーンから進化ではないデーモンコマンドと、進化のデーモンコマンドを1体ずつ場に出すことができます。このカードのイラストにも書いてある通り、バロムやドルバロムを進化元ごと場に出すのが目的です。特に場に出したいのはドルバロムでしょう。このクリーチャーは場に出た時にお互いのバトルゾーンの闇以外のクリーチャーを全て破壊させることができます。さらにお互いのマナゾーンにある闇以外のカードも、軒並み墓地に叩き込むことができるという性能を誇っています。実際に今でも場に出すことさえ叶えば最強クラスの1枚で、逆に最強すぎて下手に強化を行えないというのが現状です。ではなんで大地と悪魔の神域は許されているのかって？この呪文を打っている暇があるなら軽減カードなどを駆使して、おとなしくドルバロムを出した方が強いからです。演奏と水剣の裁き。続いて紹介するのは演奏と水剣の裁きです。コスト6の火と水の呪文で、お互いのパワー3000以下のクリーチャーを全て破壊し、破壊した数だけカードを引くことができるというものです。一見なんてことないようなカードですが、過去にはこのカードがプレミアム殿堂入りした歴史もあります。しかも全てのカードの中で初めて、登場から1年以内に殿堂入りしたカードとしても有名です。ではなぜそんな現象が起きてしまったのか。それは過去の環境が関係していました。今でこそデュエルマスターズは時代とともにインフレし、スピードアタッカーや大型マナ加速が登場しました。ですが過去にはマナ加速やドローはクリーチャー効果で行い、そのクリーチャーで少しずつ攻撃していくという展開が多く、必然的にどのデッキにも小型クリーチャーが搭載されていました。そこで登場したのがこの演奏と水剣の裁き。フェアリーライフから繋いで最速4ターン目に詠唱でき、ここまでお互いが出してきた小型クリーチャーを一掃し、自分はその数だけドローするという効果になっています。つまり、この環境では自分がクリーチャーを出すたび、
そのクリーチャーが相手の手札に変換されるという状況で、クリーチャーを出せば出すほどアドバンテージ的に損をしてしまい、最終的にはどちらが先に演奏と水剣の裁きを打つかの勝負になって、ゲーム的によろしくないという決断が下されました。そのため、このカードは一度殿堂入りを介して温泉送りに、ちなみに今ではこのカードは4枚使えるようになっていますが、現代のインフレの波に飲まれてすっかり使われなくなりました。焦土と開拓の天変。続いて紹介するのは焦土と開拓の天変です。人自然のコスト5の呪文で、相手のマナのカードを1枚墓地に送り、自分は1ブーストします。こうして書いてみると最初はなんてことなく見えますが、脳内で状況を再生してみるとそれがいかに強力かわかります。まず相手のマナを破壊するという行為ですが、これは現代のデュエルマスターズの中でも特に陰湿で、かつ相手のやる気を削ぐことで有名なランデスという行為です。もちろんルール違反ではないため使うこと自体に問題はありません。どこぞの血統帝の落語家もマナだよなぁと発言しています。このランデスという行為、一見5マナまで溜まっていれば、1枚マナを破壊された程度ではなんてことないように思えます。しかしデュエルマスターズには文明という概念があります。このカードを例に出すと、このカードのコストを支払うとき、5マナの中に人自然のカードを含める必要があります。この時、例えばこのカードがもう1枚マナにあったとしても、それ1枚で人自然を両方掛け持ちすることはできません。で、結局のところ何が言いたいのかというと、ランデスの真に恐ろしいところはマナの枚数を減らすことではなく、マナの色を減らすことなのです。単色デッキなら刺さりが悪いですが、デュエルマスターズは、単色デッキの方が弱いという状況を作りかねないゲームです。そのため相手のマナの色を減らすことは戦略上非常に有効で、ランデスの使い道の一つとも言えるのです。さらにこのカードは相手をランデスすると同時に、自分のマナを1枚増やすことができるカードです。1枚打っただけでマナの差は2マナに上り、そこから後続につなげることも容易となります。デュエルマスターズにおけるマナの重要さを教えてくれる、そんな焦土と開拓の天変の紹介でした。偶発と弾幕の要塞。続いては偶発と弾幕の要塞の紹介です。人水のコスト5の呪文で、山札からクリーチャーがめくれるまで山札を表向きにし、そのクリーチャーよりパワーが小さいクリーチャーを全破壊、めくったカードを墓地に置くという効果になっています。この呪文はコスト5で相手を一掃することができる反面、クリーチャーがめくれないとそのままライブラリアウトで負け、そんな極端なリスクとリターンを要求するデッキになっています。こう聞くと、他のカードを使った方がいいという意見や、自爆する可能性を捨てきれない以上使えないなどの、様々なネガティブな声が聞こえてくることかと思います。しかし、そんな中このカードにとっての救世主が現れます。彼女の名は悠久を滑る者フォーエバープリンセス。人自然のコスト8のドラゴンで、相手の踏み倒しに対する対策効果を持っている他に、墓地に置かれた時に墓地のカードを山札に戻す効果を持っています。デッキをシャッフルする必要があるのはそうなのですが、このカードの登場によって偶発と弾幕の要塞は、一気にリスクを大幅に軽減したカードへと変わりました。また、この2枚を組み合わせたデッキ、悠久弾幕が完成し、そのトリッキーさから瞬く間に話題になりました。デッキの自由度も非常に高く、その性質から、今でも人気のデッキの一つとなっています。ちなみに後にほぼ同じ効果を持つカードとして、今すぐは、相手の攻撃止めすぎクリックが登場。少し勝手が違いますが、悠久弾幕から悠久が抜けました。今ではクリック弾幕です。リアルとデスの大楽天。最後に紹介するのはリアルとデスの大楽天です。水と闇のコスト4のカードで、相手のクリーチャーを1体破壊し、その後相手の墓地から、クリーチャーを1体選んで、相手はそれを出します。このカードと相性のいいカードはドラグ変形。相手のクリーチャーが手札以外から場に出た時に、相手の山札を5枚削れます。このカードとリアルとデスの大楽天を組み合わせることで、相手の踏み倒しを咎める効果だったはずが、強制的に相手に踏み倒しをさせて山札を削り、冤罪ライブラリアウトを狙うデッキへと変わりました。ちなみにデュエルマスターズの有名プレイヤーに、スバイランスさんという方がいます。彼の主催しているディスコードサーバーの大会で、このデッキがまさかの優勝を果たしていました。あまたの環境デッキの山札を破壊して勝利したのです。これにはツバイランス氏も驚いた様子を見せていました。その人は相手の山札を1枚でも多く減らすためだけに、なんとゼイロンを採用して相手にドローさせていました。あまりにも恐ろしい光景でした。今回は、〇〇と〇〇の〇〇について、
小ネタを交えながら紹介してきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。